はい、今日はですね、映画の紹介をしたいと思っております。で、紹介したいのがですね、ゴーストワールドっていう映画でして、今、リバイバル上映中で、日本全国の42カ所の、劇場で、観覧できるようになっております。で、僕は渋谷の文化村シネマ宮下っていうところで、見てきたんですけども、これが公開初日、今日、11月23日、なんですけども、場所によってはその上映開始日が、違うようです。12月のところもあったりするという感じですね。で、この映画はリバイバルで、最初に公開されたのが2001年と。で今から22年前、ということで、僕は当時、映画で見てはいなくて、後追いで、2006年ぐらいかな、レンタルをして、見ましたね。で、すごく衝撃を受けたと。なんて、素晴らしい映画なんだというふうに思ってですね、決して派手な、映画ではなくてですね、どちらかというと、地味な、とっても地味な映画で、だけど、なんだか、どうにも身につまされるというか、映画の中のどのシーンを撮っても、すごく、共感できるという感じで、僕にとってはすごく奇跡のような映画なわけですね。で、この映画がリバイバル上映されるってことをですね、X かなんかで知ってですね、ぜひに初日に見たいなというふうに思ってですね、友達を誘って見に行ったわけですね。で、この映画がですね、なかなか知名度が上がってないというところがすごく、僕としては不満でね、して、ちょっとでもみんなに知ってほしいと思ってですね、この動画を撮っているというような感じです。で、このゴーストワールドについての動画はですね、2回に分けて紹介していきたいと思っていて、まずは、情報ベースでこの映画を語ってですね、次に自分の感想ベースで語っていければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、まずはこの映画の背景を紹介していきたいと思ってます。2001年、当時は新しい低体温系青春映画として、ヒットを記録したこのゴーストワールド。70年代のカルトコミック、フリッツ・ザ・キャットの原作者のロバート・クラムを描いたクラムなど、ドキュメンタリーに、定評のある、テリー・ツワイコフによる初の長編フィクションということです。で、原作は、アメリカでティーンエイジャーのバイブルとして高い人気を誇った、ダニエル・クローズの、同名、グラフィックノベル、つまり、アメコミが、原作という感じになってます。で、主演はですね、アメリカンビューティーでの、演技が、絶賛されたソーラ・バーチとですね、ロスト・イン・トランスレーションで、脚光を浴びてですね、近年はアベンジャーズシリーズに出演するなど、今、ハリウッドを代表するスター俳優として、躍進を遂げたスカーレット・ヨハンソンが、主演となっております。で、その他に、レザーバードッグスとか、アルマゲドンなど、その得意な存在感を、放つですね、実力派、バイプレイヤーのスティーブ・ブシェム。とかですね、あとゴールデンボーイとかブリーなどの作品で知られてですね、2008年に急逝した、ブラッド・レンフロが、脇役を固めているという感じで、原作者である、ダニエル・クローズはですね、ツワイゴフ監督と、共同で脚本を、執筆してですね、2002年の、アカデミー脚色賞をはじめて多くの、賞に、ノミネートされるなど、高く評価されているという感じです。近年ではですね、ドラマユーフォリアなどの作品にも影響を与えてですね、さらには時代を先取りしていたとして、再評価が進んでですね、若い世代にも、愛される作品となっております。で、長らく入手困難だった原作コミックスの、日本版の、第4釣がですね、今年の5月に発売して、廃盤となって久しかった、DVD とですね、初ブルーレイディスクもですね、7月28日より発売となっておるという感じですね。そんな感じがこの映画の背景となっております。で、ストーリーもちょっと、説明していければと思っております。1990年代のアメリカと、都市郊外の名もなき町ですね。高校の卒業式を迎えた、幼馴染で親友の、
イーニドとレベッカですね。バカな同級生たちともいよいよお別れして、しかし高校を卒業したからといって退屈な街で心が満たされることはないし、気持ち悪い大人たちの仲間入りもお断りと。二人は、進路も決めず、あてもなく街をぶらついて面白いことを探して過ごしていまして。ある日、お気に入りの、50年代風ダイナーに入り浸っていた二人はですね、新聞の出会い系広告を見つけまして、いたずらで、広告主を、呼び出してみるとですね、現れたのは、いかにも、モテなさそうな、中年男のシーモアだったと。しばらく待ちぼうけを食らっていた彼はですね、やがて自分が騙されたことに気づくと怒って店を出て行ってしまうんですけども、すかさず二人はですね、男尾行して、自宅を突き止めると。後日、再び男の家を、訪れるとですね、ガレージセールを行っているですね、シーマの姿があった。彼はブルースレコードの、コレクターでですね、ブルースについて喋り出すと止まらなくなっていてですね、孤独でも自分の世界に、生きる、シーモアに、関心を、持ったイーニドはですね、彼の理解者として交流を、深めてですね、奇妙な、友情関係を築いていくという感じですね。で、一方、アパートを借りるために、地元のコーヒーショップに就職してですね、社会と折り合いをつけて自立しようとするレベッカはですね、仕事中心の生活になっていくと。同居を計画していた二人の間には、次第に距離が生まれていくというのが、あらすじとなっておるという感じです。そんな感じで、すごく、面白い映画というか、すごく、僕が、好きな映画でして、この僕のその気持ちをちょっと2回目、次の動画でちょっと紹介できればなというふうに思っておりますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。